皆さんこんにちは、読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、君の友達、重松清です。主人公の女の子、これちょっと絵見ればわかりますけど、主人公の女の子、松葉杖ついてる方です。エミで、ちょっとした交通事故で、松葉杖になります。で、もう治りません。で、この子の周りに、何人か友達がおります。で、その中の一人にユカ、これがいます。腎臓病を患っていて、ちょっと重めです。で、運動とかもある程度制御されてて、あんまり自由にできないというような子です。で、こっちは気強い。気が弱い。何やってんだみたいな感じでガンガン叱りながらもうこうついていくみたいな、そういう関係性で、友達との、学校の通学路で起こった事故でですね、エミとしてはもう周りの友達のせいでこんなことになっちゃったみたいな感じで、そこから周りへの風当たりっていうのは強いです。で、周りも黙ってないんです。なんだあいつなる。でその中でこの子は割となんかうんうんって一緒にいる。で、ポイントはね、いやいや言うのよ。逃げない。これが。で、一緒に。で、これね、10章ぐらいに章が分かれます。で、いろんな章が出てくるんですけど、結局、この一人一人についてのストーリーをちょっとずつ語ってます。それ何かっていうと、エミ主人公にしてそれぞれいるんですけど、それぞれが、こことの関係性についてはストーリーで出てきますけども、この子の例えば周りの環境、あるいは他とのつながりっていうものあるじゃないですか。で、そういうものもちょっとずつ語ってるような感じです。で、その一人でいる時の心理、一緒にいる時、この人といる時って人間やっぱりある種感情を使い分けてるところがある。で、それを、克明にこう表しながらストーリーが進んでいくんですよ。で、弟もおります。ね。弟には弟の人間関係があり、お姉ちゃんがこんなになっちゃってお姉ちゃん助けなきゃって思いつつも自分も大変でみたいなところがある。おったちゃんっていうのがいて。これはもう怖がりでですね、仲間外れにされるのが嫌で、とにかく周りに気に入られるようにみたいな感じでちょっとこいつを攻撃したりとかもしたりする。こっちからすりゃ気に食わないやつですよ。でも、この二人に共通してるのは、近づけないんですけど、でも、さよならとはしない。そこが、この二人が作っていく人間関係の非常に大きなテーマなんですよね。友達、君の友達っていうぐらいですから、友達をテーマにした話ですけど、その前編としてこの描かれているのはじゃあ友達って何かっていうことですよ。で、友達って言ったら、じゃあ友達って何って言われたら、例えばじゃあよく連絡を取り合うとか、よく一緒にいるとか、状況を知ってるとか、昔からよく知ってるなんだって、話が合うとかあるじゃないですか。でもこのエミに関して言うと、そういう例えば一緒にいるのが長いとか、気が合うとか、よく喋ってるとかっていう線引きをしないんですよね。これさ、なんだろう、例えばこっちは友達でこっちは友達じゃないみたいな線が、はい、あなたとはもう絶好です、あなたは仲良くしましょうみたいな感じのことを
自分からはしない。それが人間関係を作っていく上で、すごく大事だっていうことのメッセージです。で、実はこの物語の後半でユカの病状が非常に悪くなります。でその中で、どうするみたいな話になる。その時に、千羽鶴でもおるかみたいなのも出てくる。でも受験も控えてるんですよ、中学生で。で、そんなこと言ってられないじゃんっていうのも出てくる。いろいろ反応が様々で、そうこうするって、この話ね長いんですよ。結構もう年いってっていうか、成人するまでずっと話が続くんですよ。で、その中で、結局長い間、例えば連絡を取ったりしてなくても思い出すことってあるじゃん。で、その中で、自分はこういうものを受け取ってたなとか、こういうものを与えてたなっていうことを、思い出す。でそしたら、やっぱりそれは友達じゃんっていう感じなんですよね。大人になるとしょっちゅう一緒にいる友達ってほぼいないと思った方がいいですよ。これ見てる人が何歳か分かんないですけど、40とか50になってしょっちゅうプライベートで連絡取り合う間柄の人なんていないですよ。仕事っていうものをどけちゃったら。だからたまにね、今 Facebook とかそういうのあるじゃないですか。たまに20年ぶりぐらいに連絡取ってくるやつがいるんですよ。びっくりしますよ。元気とかって言ったら元気ですけどこの間そうやって連絡取り合って、もう久しぶりに大学生時代ぶりになんか会って飯食ったやつがいますけども、会うとやっぱその時の時間が戻ってきて、友達なんだこの人って思うことありますよ。でそれでいいんだなって。で、追っ払わなければいいっていう話なんですけど、嫌なやつは追っ払うわ、人間。もうお前嫌だって。でも、そういうことも通してさ、自分の中で広いゾーンで友達っていうのを取ったらいいと思う。いろんな友達をね。それでいいじゃんっていう話です。要するに、ベタベタしなくてもいいの。ベタベタしない友達なのよ。ね。ということです。割といいなと思った言葉はこちら。212ページの8行目で、ちょっと読んだ人は一回ちょっと、このページ開いてね、見てみてください。改めて、ベタベタするばかりが友達じゃないということを思い起こさせてくれる、非常にいい本でした。君の友達、重松清。読書の達人でした。